One step forward and another back. I would never try to fool you. なんか久しぶりにこんなウェーブな髪型にしてみてるんですけど、音の癖っ気です。なんか2年前ぐらいの感じを思い出す髪型だなって思いながらセットしてましたいやよかった、今日も無事晴れた今日はねこれから長沼で行われている飲みの市に行ってきます。そう、動画内でもよく久しぶりにね昭和記念公園で行われている飲みの市に行きたいなっていう話をしていたかと思うんですけど、昭和記念公園で行われている飲みの市って手紙社さんが主催のものなんですよね。で、今回長沼で行われている飲みの市も手紙社さん主催なので、だいぶね大規模な飲みの市なのと、そうもしかしたらねブラインドブックスもあるかもしれなくて、ちょっとねワクワクしてますすごい楽しみなので、ちょっとこれから行ってこようかなと思っているんですけど、今日のコーデはオムプリセのジャンプスーツにしていて、そのジャンプスーツにロエベのパズルバッグを持って、で以前購入したグッチのスカーフを巻いていこうかなと思ってます。ひとまずちょっとね時間も9時半から17時ぐらいまでだったかな。なのでちょっと早めに行ってこようかなと思います。行ってきます。そう、やっと飲みの市に来れた。嬉しい。しかも本当に昭和記念公園の時の飲みの市みたいな規模でめっちゃ嬉しい。今からね一気に巡っていこうかなと思うんですけど、ブラインドブックスもあるといいな。あったら嬉しいな。できます。めっちゃ可愛いな。いやー面白いな、ほんと。スツールが今後ろにいっぱいあったりして、さっきのラウンドみたいな
ラックいいなって思ったけど、25万か、ちょっとさすがに高いな。そう、でもなんかサークル状になってるような服をかけれるね、ラックがあるのちょっといいなって思った。楽しい。あ、下いる。自転車で行かないといけない。始発の地下鉄がまだない。見てます。誰だそこでね。綺麗だった。はい、お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、嬉しい。ちょっといろいろとお買い物ができて、いや念願、ちょっとタイトルはまだ見せないんですけど、ブラインドブックスあったよ。ブラインドブックス嬉しい。なんかやっとというか久しぶりにブラインドブックスを体験できてすごい嬉しい。おそらくちょっとこの動画の最後の方で富の市での購入品を紹介しようかななんていうふうに思ってはいるので、その時にまたどの言葉を選んだか紹介しようかなと思っているんですけど、なんかすごいこの言葉ピタッときたんですよね。いやこういう発見があるからね、ブラインドブックスって本当に楽しくてよかった。見つけることできて久しぶりに体験できて嬉しいっていうのと、ブラインドブックスのすぐ近くにガチャみたいなものがあって、で一つの刺繍を100円で手に入れました。ガチャガチャがねちょっと不具合で200円かかりましたもろもろねちょっと購入品が出たところでちょっとねお腹空いたのでチキンマサラを手に入れて、チキンマサラとあとチャイを手に入れたので、ちょっとランチにしようかなと思っているところでございます。いやー美味しそう。
ぐらいに酒かすオレンジのこれオレンジはい、お決まりで大丈夫です。ございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。11番で。久しぶりに来た飲みの市が本当に楽しすぎてずっと歩き回っちゃってました。ちょっと細かいものをいろいろと購入して回ったんですけど、あっという間にね、もう数時間経ってびっくりしちゃった。閉園までね、あと1時間弱ぐらいではあるんですけど、もう見たいものだらけでどこから見ようかみたいなところにもなりますね。飲みの市ってそれが楽しいなって思います。なんかどこを見回しても発見があって、特にねこの手紙社さんが主催の飲みの市ってすごい大規模なので、もう見ていて本当に楽しい。いいわ。そう、陶器とかも何か手に入れようか迷ったんですけど、今回はお迎えはしないでいて、細かいものをいろいろと買ってみたので、この後帰ってまた紹介します。で、あと1時間弱なので少しゆっくりまた見て回ってから帰宅しようかなと思っています。なんか今日曇り予報、若干もう夕方から雨予報とかになってたっぽかったんですけど、全然快晴で、ちょっとね風がこうやって強いぐらいではあるんですけど、全然この今後ろに広がってる通り快晴で、もう嬉しい。すごい絶好な天気の中で飲みの市に来れたので、すごい今気分がいいですね。1個購入品ではあるんですけど、ちょっと祖母にお土産で買っていこうかなと思って、じゃん、箱が可愛くない？コーヒーのお供にクッキーを買おうかなと思って、オレンジと酒粕のものと、あとアップルの味があったので、ちょっとそのクッキー2つをこのね箱の中に詰めていただいて、ギフト用に購入しました。ガチャガチャの刺繍だけ先開けようかな。ガチャガチャの刺繍だけちょっと先に開けます。なんかおみくじみたい。いいな。出てきたのが自分の感受性ぐらいっていう刺繍のものが出てきたんですけど、私好きかも。結構好きかも。パサパサに乾いていく心を人のせいにはするな、自ら水やりを怠けておいて。いいな。なんか刺繍に書いてる言葉は結構好きかも。ふとねハッてさせられたので、手帳に入れとこうかな。結構当たりじゃない？
何が外れて何が当たりかは分かんないけど、なんか自分にとってはすごい当たりな気がする。そう、やっぱりなんかブラインドブックスもそうだけど、なんか飲みの市に来ると毎回今欲しい言葉に出会える気がする。今回のね刺繍もそうだし、今回購入したブラインドブックスの本もそうだし、この飲みの市で出会う言葉って本当にその時の自分が必要な言葉とか気づかされる言葉と出会うので、やっぱ面白いなって思います。以前までのねブラインドブックスで選んだ言葉たちもなんだかんだこうその年ってその言葉のようなことが起きてたりするので、必然の流れとかね特にそうだけど、いや面白いなって思う。なんか本当にその時を表す言葉をなんかその時の自分が惹かれて選んでるものだったり、目の前に現れたり、面白いな本当。ベンチに座って休憩をしてるんですけど、今のタイミングで開けてみてよかったな。はい、ということで飲みの市に行ってきました。いや楽しかった。飲みの市本当に楽しかった。久しぶりに飲みの市の時につけるリストバンドをしてちょっとテンション上がった意外とね綺麗に外すことができたので保管しとこうかな。そう、手紙社さんが主催の飲みの市に久しぶりに行って購入品がいくつかできたので、ここからは紹介していこうかなと思います。最後までお楽しみいただけると嬉しいです。念願のねブラインドブックスもできたので、それも含めて紹介していきます。そう、飲みの市の会場に着いて、で入り口の近くってこうすごい綺麗にお花屋さんが展開されていることがこれまでの経験上多いんですけど、そう、東京で昭和記念公園の時の飲みの市はボワドギさんのお花がすごい綺麗にディスプレイされてるのを見て、いや素敵だなっていつも思っていたんですけど、今回長沼の飲みの市では丸山にあるジャズフラワーショップさんのお花がすごい綺麗に展示されていて、お花を買うか迷ったんですけど、今回はドライフラワーをお迎えしました。入り口に入ったところすぐにもうジャズフラワーショップさんのお花が見えて、ドライフラワーの展示が本当に綺麗だったんですよね。そう、ちょっとこの辺りの壁面かテーブルのこの余白があるところに置こうかなとか考えたりしてます。そう、今は一旦ここにしておこうかなね。丸山にあるお花屋さんなんですけど、ちょっと行ってみたくなりました。次がこちらですね。そう、スパイスチャイを購入してみました。ブラインドブックスを終えて目の前にチャイのお店があって、ちょっと覗いてみたら美味しそうなチャイだったので購入してみましたね。水と牛乳と砂糖で作るティーバッグなんですけど、そう、なんか飲みの市でランチ食べた時もそれこそカレーとチャイを飲んでいたんですけど、それぞれそういえば飲みの市の時ってこういうスパイスを使ったものを食べたり飲んだりする機会多いなぁとふと思って、なんか飲みたいかもと思いチャイを購入してみました。お家の時間で楽しもうかなと思ってます。で、もう一つがこれ可愛いんだよね。そう、飲みの市に行くとやっぱりメッセージカードを購入したくなるんですけど、今回は夏の飲みの市に行ったので夏らしいメッセージカードを購入してみました。そう、これ可愛くてちょっと開けると平林かのさんっていう方の作品なんですけど、その中にはメッセージカードが5枚入っていて、まず1つ目がメロンソーダ。個人的にはこのデザインが一番好きで一番目を引かれて購入したんですけど、2枚目が横書きだね、さくらんぼで、3つ目もすごい好きなのがイチジク。なんかイチジクのデザインも可愛いなと思って珍しいなって思ったのと、もう一つがカフェラテのデザイン。これも綺麗だよね。
なんか本当にデザインのタッチが綺麗だなと思いながら、最後夏野菜が描かれてるなんていうね、ちょっと夏らしいメッセージカードを購入してみました。そうすごい素敵で、なんかポストカードみたいなものもあったりしたんですけど、すごい迷ってメッセージカードにしました。今回は今回手に入れた平林かのさんのメッセージカードはいつもの手帳に入れようかなと思ってます。飲みの市に行くと素敵なねメッセージカードのバリエーションが増えるから結構嬉しい。でもう一つがこちら、ここをねさらに開けていくんですけど、グリッターアンティークさんっていうお店で購入をしまして、これもちょっとカードみたいなものを買ったんですけど、これがねまた可愛かったんだよね。本当にカードを2枚購入したんですけど、なんかそれこそ手帳に挟みたいなと思って買った2つです。まず1つがニューヨークって書いてるカード。手帳の見開きのところとかに挟んでいたら可愛いかなと思って購入をした一つと、もう一つがこれ可愛くてトライ、ちょっとしおりみたいに使おうかなとか迷ったりしてました。これ自体は実は1960年代だったかな70年代だったかな、ちょっとどっちかうろ覚えなんですけど、当時の英単語帳らしくて、で今はいろんな物事にトライをしている時なので、なんか今の自分にぴったりだなと思ってトライっていう単語を選んでみました。英単語帳とニューヨークって書いたカードの2枚。これもねちょっと手帳に挟めるようですね。なんか飲みの市に行った後ってすごい手帳がさらに潤う。もう一つがこちら、お花のデザインが描かれてるんですけど、今回飲みの市に行く時にもつけていたグッチのユリのスカーフがあるんですけど、札幌にあるペギーズブティックさんというアンティークショップがあるんですけど、そちらもね出店されていて、今回身につけていたユリのスカーフを購入する時にお世話になったスタッフさんもいらっしゃって、ね、久しぶりにお話できて嬉しかったんですけど、お花のデザインのすごい可愛いんだよね。なんか生地が割と厚めで、これをねちょっとここのテーブルの余白に引いてキャンドルを置いたりとか、何かしらアクセサリーを置く場所にしようかなと思って購入してみました。最初ちょっとね壁にかけるか迷ったりもしたんですけど、お家に帰ってきてちょっと一瞬ここにテーブルの上に置いてみたら可愛かったので、居場所が確定しました今回飲みの市でつけてたユリのスカーフもペギーズブティックさんで出会ったもので、本当になんかスタイルに合って嬉しいブラインドブックスの前で置いてあったガチャガチャなんですけど、改めてここでもガチャガチャから出てきた刺繍ですね。自分の感受性ぐらいという刺繍なんですけど、なんかこの刺繍はちょっと手帳に入れとこうと思いました。もやもやっとした時にこの刺繍を見返すとちょっとハッとしそうな気がするので入れておこうかなと思っている刺繍です。個人的にお守り的な感じの立ち位置で置いておこうかなと。ほんで最後、じゃじゃん。東京にあるスノーショベリングさんという書店のインスタレーションの一つなんですけど、正しい名前ブラインドデートウィズアブックっていうんだね。ブラインドデートウィズブックっていうインスタレーションを体験してきたんですけど、今回は自分はこのイベント体験するときに自分の中でマイルールが一つあって、その時に出会う言葉を大事にしたいので、手に取るのは一冊だけっていう風に決めてます。これまでもね気になる言葉はもちろんたくさんあったんですけど、その中で自分の感性に一番刺さったものを選ぶっていう風に決めていて、なので飲みの市に行くたびに一冊だけ購入をするっていうマイルールを自分に決めてみてるんですけど、今回選んだのは誇りとはですね。誇りとはというタイトルのものを今年は選んでみました。改めてちょっとねこの1年間というか、去年の8月に東京から札幌に戻ってきて、自分の好きなことに集中していたりとか、やりたいことに向かっていたりとかっていうところで、誇りになるポイントみたいなところに着目している時間でもあったりするんですよね。大事な友人たちだったりとか家族とかもそうですし、なんか自分にとっての誇りとはっていうところを改めて立ち返ってみたいなと思った言葉でした。こ
この言葉見た瞬間に、あ、これだって今回はなりましたね。で、ここからが楽しみなのが、何の本が入ってるかわかんないんですよ。なので、この開ける瞬間がまた楽しみなんですよね。よいしょ。今回入っている本は、遠藤周作さんで沈黙ですね。こちらが入ってました。動画の中でこの本を読む時が来ると思うんですけど、そう、本当にこのスノーショベリングさんのブラインドデートウィズアブックのインスタレーションが本当に大好きで、そう、飲みの市に行く楽しみって一つ自分はこれがありますね。あえてこう飲みの市の会場でだけ買うっていう楽しみがちょっと自分にはあって、その年とその季節とその時の自分の運試しみたいな。そう、今回自分が選んだ言葉は誇りとは。で、出てきた本は遠藤周作さんで沈黙でした。飲みの市での購入品紹介でした。去年はなんだかんだね、行けなかったので、2024年の11月の会期で訪れたんですけど、その時は飲みの市の Vlog のコンテストみたいなものがあって、実はちょっとプチ自慢なんですけど、準グランプリを受賞しましてそう、その時の動画がこちらなんですけど、なんかそれも含めてなんか自分にとっては思い出深いイベントだったりしますね。いやー楽しかった。本当に実は準グランプリを受賞させていただいた時にコメントで綴ったんですけど、個人的にはすごい秋を感じるイベントだったりするんですよね。なんか個人的にはちょっとね、東京にいると季節ってあまり感じづらい気がしていたんですけど、飲みの市の会期が訪れることによって、あ、秋だなとか、あ、この季節が来たなとか、毎回楽しみに思うので、なんか夏の会期っていうのはちょっとやっぱり新鮮でいいですね。でも今回は7月の会期が長沼だったので、夏の楽しみにもなりそうな予感です。飲みの市を満喫した Vlog になりましたので、最後までお楽しみいただけていたら嬉しいです。それじゃ。